どうもこんにちは、川勝の健です。今年もワールドチャンピオンシップスオブシューメイキングに出品します。このワールドチャンピオンシップスオブシューメイキング、今年は2025ですね。この大会は今年で6回目となります。2018年に始まり、コロナ禍の間 2,3 年のブランクがあり、今年で6回目です。去年僕はこの大会に出品し優勝させていただくことができました。本当にありがとうございます。そして今回大会初の2連覇を狙うべく靴を制作しましたので、この動画ではどういった思いで制作したのか、そしてどういったこだわりなのか、どういったデザインなのか、そういったところをとても詳しく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。ワールドチャンピオンシップシューメイキングは5月に毎年ロンドンで行われるんですが、スーパートランクショーという靴の見本市みたいなの中に靴作り部門、靴磨き部門、靴染めですね、シューパティーナ部門と3つありまして、靴作り部門は事前に制作した靴をロンドンに送って、そのスーパートランクショーにて審査されて発表されるという、そういったものになっています。ですので今この動画は出品前です。靴は完成しロンドンに送る直前ですね。なので結果がどうなっているかは僕にはまだ分かりませんが、この動画がアップされている頃には結果が出ていると思いますので、もう今僕ができることは全てやり終えましたので、この動画を撮ったらロンドンに送りたいと思います。さて、この大会は今年で6回目なんですが、こういった靴作りの大会っていうのは過去にもありました。19世紀頃にも行われていたようです。ですので今この6回目となる大会は、そういった過去靴職人たちが技術を競い合ってさまざまな靴を出品した大会を復刻するという意味もあって始まった大会で、通常の靴ではない大会ならではの技術だったり大会ならではのデザインっていうのが過去6回生まれてきて、非常に意義のあるものになっていると思います。この大会は毎年お題が設定されます。どういった靴を作りなさいというレギュレーションですね。今回はダークブラウンの革を使ったダブルモンクシューズということでした。ダブルモンクシューズというのは紐で足を固定するのではなくて、金具2つで甲部分を折って固定するというデザインです。そして他にも規定がいくつかあります。パターンですね。型紙は2から4パーツで構成されること。サイズは UK8 で、幅は標準の幅から上下 2with まで許容されます。レザーソールで手縫いしてあること。さらにソールはナチュラルソールですね。染色していないソールで、ウエスト部分までベルトをつけることといった細かい決まりがあります。こういった決まりを設けることで、出品される靴っていうのはある程度同じ枠組みの中に入りますので、その中でそれぞれのデザインのアプローチだったりとか作り方のアプローチっていうのを見ていくことができる、結構マニアックな大会ではあるんですけど、靴作り、そして靴好きの方々にとってはとても興味深いものになっています。またこの大会、審査基準として大きく分けて3つあります。難易度、そして実行力、そしてデザインの美しさですね。この難易度というのは靴自体の作り方の難しさ、複雑さ、新しい技術だったり、そういった制作に関する難易度の部分です。そして実行力というのは、そういった技術をいかに正確に細かく精緻に行っているか、そういったところが評価されます。そして3つ目のポイント、デザインというところは木型の美しさ、造形の美しさですね。そして、その木型に乗せるデザインのバランスだったり、デザインラインの美しさ、そういったところが評価されます。この大きく分けて3つの部分を審査員がブラインド審査にて評価します。ブラインド審査というのは、どの靴を誰が作ったというのは伏せて行われる審査です。この大会に出品する靴というのは SNS に事前に投稿することを禁じられていますので、僕はこの靴を1月ぐらいから作ってましたが、完全にシークレットでやってました。ということで、この動画でお見せするのが初めてとなりますので、詳しく解説していきます。今回この靴を作るにあたって僕は2つのコンセプトを掲げました。1つ目がクラシックであること、
そして2つ目が精緻であること。1つ目のクラシックであることというのは、こう見ていただいて分かるように、パッと見普通のダブルモンクです。綺麗な普通のダブルモンクに見えると思います。というのもですね、去年の大会僕が出品したローファーはこちらなんですが、去年のお題はライトブラウンの革を使ったフルサドルローファーということでした。フルサドルローファーといってもその中でいろんなデザインがありますが、去年僕が制作したこの靴は比較的モードっぽいというか、アバンギャルドというかね、クラシックからは少し外れたところにあったと思います。そしてソールの造形も非常にアグレッシブで、ウエスト部分にソールがついていない、宙に浮いている状態ですね。そしてそこを手縫いのステッチでまとめるという、かつて僕が見たことがない新しいことをやってみました。そういったところ全体評価いただいて優勝することができましたが、だからこそ今回はクラシックです。どうしてもこの大会というのはそういった、僕が去年優勝したような一風変わった普通にはない靴、それこそがやっぱ個性的で新しい作り方だったりデザインにつながっていますので、それは全く悪いことではないんですが、逆に普通の靴、普通に非常に綺麗な靴、クラシックだけどとても美しく完璧に作られた靴っていうのはどうしても上位には行っても優勝はしにくい傾向にあります。逆にそういった靴ばっかりであったら大会の面白みっていうのが少し減ってしまうとは思うので、そういった靴もありつついろんな靴があるっていうのが僕はすごくいいと思うんですが、去年そういったちょっと普通から外れた靴っていうのもやりましたので、今年はクラシックであることっていうのを一番に念頭に置きましてデザインやソールの造形なんかを作っていきました。そういったクラシックシューズで勝ってこそ本当に優勝、靴の大会で優勝したと自分の中で思えるのかなと思いまして、今回はクラシックというコンセプトを一つ掲げました。そしてもう一つ、精緻であることですね。去年よりもさらにパワーアップするべく、もう本当に細かくきれいに正確に行うっていうのを常に意識しました。去年ももちろんそれは意識したんですが、もう少しできたなっていう部分ももちろんあったので、そこをやっぱり1年経ってますので、より技術が向上したと知っていただくために、ひたすら精緻に破綻のないように作ることを心がけました。そして今回制作した靴がこちらですね。今回制作したこのダブルモンクシューズ、隅から隅まで詳細に解説していきます。まず木型の形状は、つま先はかなりシャープなスクエアトーンになっています。チャンピオンシップらしく抑揚のついた、そしてシャープにエッジの効いた木型です。このワールドチャンピオンシップオブシューメイキングというのは履き心地の評価、審査というのはありませんし、主観なのでできませんので、そういった評価基準はありません。先ほどお伝えした3つの評価基準によって評価されます。もちろん履き心地も靴にとっては非常に重要な部分なんですが、この大会ではそこは審査に入っていないということです。ですのでこの靴の木型はもしかしたら履ける人がいるかもしれませんが、かなり攻めた木型になってますので、造形美に全振りした木型ということになります。こういった土踏まずのえぐりなんかもかなり深くとって立体的な造形になっています。そして型紙、規定の通り2から4パーツで収めなくてはいけませんので、この靴は1、2ですね。このキャップパーツが分かれています。そしてそれ以外の後ろのパーツは全部1パーツとなっています。これはですね、パッと見どうなってるか分からない、どういう型紙を作ったんだっていう、そういうのを目指しているところでもあるんですが、この部分、かかとのこのラインですね、皮がついでないように見えます。こ
ここにステッチが入ってますが、革の段差はありません。ただここ革つないでます。具体的にどういった型紙になっているかと言いますと、ワンパーツであることは確かなんですけど、革のつなぎ目はあります。それは螺旋状にパターンを作るアップルピールパターン、リンゴの皮のようなパターンと言われるものなんですが、どうなっているかと言いますと、ここを支点にすると、ここパーツつながってますね。つながってます。そしてかかとのこの上の部分でつながってます。ここもつながってます。そして今度かかとのこの下の部分でつながってます。最後ここで終わります。ということで、こう1回転と270度ぐらいぐるっと螺旋状に巻いた型紙になってますね。なので皮は1枚なんですが、ここで海藻のように皮が重なり合ってますので、ここに皮の継ぎ目はあるんですね。この皮の継ぎ目に関しては後ほどご説明します。ダブルモンクシューズといえば特徴的なのが金具ですね。バックル、こちらはやっぱり既製品にはどうしても自分の理想に合う形状のものはなかったので、既製品の金具を削って自分好みの形に整えて、そしてこれをピンクゴールドメッキしています。さらに、糸ですね。バーガンディの糸を使っています。ピンクゴールド、そしてバーガンディということで、本体はダークブラウンの革なんですが、そこに少し赤みのある糸と金属を使用することによって全体の雰囲気が若干バーガンディっぽく、パープルっぽく見えるような、そういった色の色気みたいなところを意識しました。どうしてもダークブラウンの革というのはかなりトーンが落ちてますので、結構ビジネスシューズっぽくなりがちですが、こういった色使いによって遊びのある色気のある靴を目指しました。今回のお題はダブルモンクということで、ダブルモンクってそもそもアシンメトリーデザインなんですね。ダブルモンクという靴は内側から外側にかけてストラップが2枚甲に覆いかぶさるという、そういうデザインですので、もともとがアシンメトリーなんですね。なのであえてダブルモンクはアシンメトリーなんだから、他のラインもアシンメトリーにしようということで、内側はロングバンプ、外側はカウンター、こんな風にアシンメトリーデザインにしていました。こうすることによって外は木型の長いラインが1枚で強調されますし、内側はロングバンプによってこの踏まず部分のえぐれに呼応するような形のラインを描くことができます。そしてこの糸ですね。糸は実は3種類の縫い方を使っています。まずつま先のこのキャップ部分、ここは最も普通のステッチなんですが、ミシンで縫ってますね。ただこれ4重に縫ってます。実はただ4重に縫っただけではなくて、全ての糸目が互い違いになるように縫われています。互い違いというのはですね、糸目がこういう風になることですね。4重全てがこういう風に互い違いになるようになっています。どうしてもミシンのステッチというのは、車でいう外輪差内輪差みたいなもので、カーブしていくと少しずつ糸目がずれていきます。ただこの4重ステッチは糸目のずれをなくすように互い違いになるように狙って縫ってます。そしてもう一つの縫い目、このかかとの部分ですね、革の継ぎ目が実はあるというところにあるステッチなんですが、これは手縫いの編み込みです。上に少し太めの編み目模様、そして下に細かい縫い目があります。この下の細かい縫い目がミシンで縫った縫い目で、上が手縫いの編み込みです。でこの手縫いの編み込みというのは、これちょっと縫い方を自分で考えた手法なんですけども、手縫いの編み込みは編み込むことによって糸に縫い目の幅ができるんですね。通常ステッチというのは線ですが、編み込むことによって面になります。この面のステッチの
編み込みの面の下に革の継ぎ目を隠すことによって革の継ぎ目がないように見えます。そして最後のステッチ、このトップラインからストラップにかけての縫い目ですが、これは何と言うべきか、これも今回新しく考えたステッチなんですが、ダブルスネークステッチとでも呼んでおきましょう。ダブルステッチですね。一般的にミシンで縫う二重に2本ぴったり沿わせて縫うステッチ、それを先ほどと同じように互い違いに縫ったところに蛇のようにジグザグに糸を手縫いで絡めていく、そういうやり方ですね。一見チェーンステッチっぽくも見えるんですけども違います。この部分だとパッと見細かいんで同じようにも見えるんですけど、一番上とこの2番目のステッチというのは実は違う縫い方になっています。そしてステッチでいくとこの中にもあります。ライニングのトップですね。今回は遊びの効いたライニングにしました。バーガンディのこれヤギ革ですね。これを使ってレース編みのようにトップラインにつけています。さらにその下にはチェーンステッチを施してあります。そしてインソックですね。中敷きの部分、非常に細かいステッチで装飾してあります。これはですね、19世紀の大会の靴というのをオマージュしています。19世紀の大会の靴を紹介した動画というのを別にアップしてますので、そちらはぜひご覧ください。この19世紀の大会の靴で草木模様を非常に細かい縫い目でアッパーに表現しているものがあったんですね。それに感銘を受けまして、僕もぜひやってみたいということで、今回このチャンピオンシップの靴のインソックに刺繍のような縫いを施しました。19世紀の大会の柄をオマージュしつつ、建築様式のアール・ヌーボーという有機的な草木模様を取り入れた装飾があるんですが、それをテーマにインソックを非常に細かい縫い目でデザインしました。これはシューツリーを入れると、シューツリーの丸の部分から紋章のようにステッチが見えます。ちなみにこのシューツリーは大会の審査には関わってきません。シューツリーは審査対象外ですね。ただ去年に引き続きシューツリーも自分で制作しました。今回は靴のコンセプトがクラシックなので、シューツリーもとてもクラシックです。イギリスのビスポークシューズについてきそうなシューツリーですね。アンティーク家具のように染め上げて大きく肉抜きをしてあります。木目銅管ですね。染料が入ると非常にこの綺麗にキラキラ、見る角度によって光り方が変わるんですね。これがとても美しいですね。ニスとローで滑らかに仕上げてあります。ソールの解説に行きます。ソールはこんな感じでパッと見すごくクラシックです。去年ソールはかなり飛び技をかましましたので、今年は飛び技をかましたところルール改正の一因にもなりましたので、ウエスト部分にもウェルトをしっかりつけなさいということで、今回はパッと見美しい綺麗な一般的なハンドソン製法のソールになっています。ただもちろんこだわりはありますので説明していきます。まずはやはり目につくのはヒールですね。ヒールはこんな感じで先端が少し尖って真鍮パーツを埋め込んでいます。さらにこれもまた19世紀の大会に感銘を受けてそれを取り入れさせていただいた衣装なんですが、端っこ細い真鍮釘をギリギリに打ち込んでいます。この
ギリギリの伸縮にはつま先にも打ち込んであります。そしてヒールの顎ですね、この部分、ここは真鍮埋め込みパーツに合わせて少し角のあるラインになっています。またこう見ていただくと分かるんですが、薄い革を積み重ねてこのヒールは作ってあります。通常の半分の厚みの革を使って20枚弱積み上げてヒールは作られています。またソールのウエストはベベルドウエストによってかなり細く絞り込まれているんですが、あえてフィドルバックにはせずラウンドバックにしておきました。フィドルバックというのはこのウエストの中心に突起を作るデザインですが、あえて突起を作らず丸みをつけたソールというのがとても美しいので、今回はあえてラウンドウエストで製作しました。そしてこのソールで最も特徴的なのはウェルト部分ですね。このウェルトよく見ていただくと2段になってます。ギザギザ、少し粗めのギザギザが1段目、細かいのが2段目です。実はこの靴ハーフミッドソールになってまして、ハーフミッドソールというのは比較的カジュアルな靴に使われがちなんですが、このソールの前方部分ですね、ここがダブルソール、ソールが2枚になっています。そして、このソールが、このウェルトが2段になる方法というのは、ジェーム・ウェストンやグレンソンなどで見られるトリプルウェルトとかトリプルソールとかって呼ばれるデザインですね。ああいった靴はとてもごつく戦車のような重厚感が出るんですが、そういった衣装をあえてこういうブルッシュな靴にギュッと細かく凝縮して持ってくることによって、通常のハンドソン製法とは違うより華やかな仕上がりになるんではと思いまして挑戦してみました。ですのでダブルソールとはいえソールの厚みは非常に薄く見えますし、ウェルトが2段になっているとはいえコバの張り出しは最小限に抑えてあります。ただこうして2段にすることによって縫い目のギザギザが二重になりますよね。この縫い目のギザギザの細かさを表す指標として SPI というものがあります。ステッチパーインチ、1インチの中に何針縫うかという指標ですが、1段目は14針になっています。そして2段目は20針になっています。20針ともなると1針 1.12 ミリのレベルなので本当にかなり細かく、実用には正直向いてないですが、非常に細かく縫うことによって精緻でエレガントな雰囲気っていうのを演出することができます。その2種類の縫い目を使うことによってソールをパッと見た時にキラキラ感が強調されるのではと、そんなデザインになったのではと思っています。またハーフミッドソールでベベルドウエストになっています。ベベルドウエストはこのアッパーの部分にソールをグッと食いつかせて絞り込んでいく見せ方なんですが、前方はダブルソールなのに対してウエストはシングルソールです。さらにベベルウエストでグッと絞り込んでいきますので、通常のハンドソン製法でベベルドウエストにするよりもさらにエッジの効いた抑揚の効いたソールのラインになってるんじゃないかと思います。前方部分に厚みがあるんでね、その分薄くなる落差が激しいというか、そういった部分もデザインに効いてきたんじゃないかと思います。去年はソールをなくすとかっていうすごく飛び技をやってましたが、今回はこのハンドソン製法、そして今まである製法の中でそれをドレッシーに突き詰めてやっていくっていう意味でクラシックに作るっていうコンセプトの中にも収まったんじゃないかなと思います。ということで今回の課題はダブルモンクだったんですが、正直お題が発表された時はマジかと思いました。というのもですね、ダブルモンクの靴を僕自身作った経験がほぼなかったということと、これぞかっこいいダブルモンクっていうイメージが頭の中になかったんですね。その理由の一つとしてはやはりダブルモンクっていうのは
去年のフルサドルローファーだったり、その前のロングバンプブーツだったりっていうデザインと比べると歴史は浅いのかなと思います。ダブルモンクという靴は今までももちろん履いたこともありますし、何度も見たことありますが、伝統的なクラシックのデザインに比べるとどこかしっくりこなさというか、これめちゃくちゃかっこいいなっていうのに出会わなかったような気がします。ですので本当に今回ダブルモンクを制作するにあたってひたすらいろんなダブルモンクのデザインだったりパターンを研究しましたし、何度も試作を重ねて、これが求めるダブルモンクのラインだ、そしてクラシックであり最もかっこいい美しいものはこれだっていうのにたどり着くのにかなり苦労しました。またですね、ダブルモンクの難しさとして革が重なるんですね。この甲のストラップの部分ってその下にも革があり、革がその上に覆いかぶさるような形になってます。革がたくさん重なるということは木型のラインをそれだけ表現しにくくなりますし、革がたくさん重なればそれだけ革の厚みによって部材によってポコポコ変なラインが出やすくなりますね。なのでそういったところを副資材芯を入れたりとか、革のこの厚み調整を細かくやったりだとか、そういった見えない部分での作りながらここうなるんだっていうのを発見しながらそこを調整してっていう、かなり見えない部分での試行錯誤っていうのは多かったような気がします。結果的に去年に引き続き今年ももう優勝するんだと、優勝したいなではなくて優勝するんだという強い気持ちで制作し、結果どうなってるか分かんないですけど、僕はもう優勝はしてるつもりですので、それだけの自信はありますし、それだけのことは今自分ができることはやったと思いますので、あとは評価をしてもらうだけですね。ということでワールドチャンピオンシップスオブシューメイキング2025、今から送って結果を待ちたいと思います。去年のワールドチャンピオンシップシューメイキング2024の動画、そして今年の2025の制作動画なんかも概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらもご覧ください。制作動画は長尺ですが、アッパーの編み込みからソールの2段ステッチ、真鍮パーツの埋め込み等詳細に記録してますので、ぜひご覧ください。去年に引き続きこの大会用の靴作りというのは本当に楽しかったです。この新しいものをどうなるか分かんないけど、こうやったら良くなるかなとか、なんか何が違うんだろうっていう、そういう考えてる時間というのはとても楽しくてワクワクしました。去年ナンバーズコレクションではホルス、そしてチャンピオンリバースというのを作りまして、大会でなくともこういう大会っぽい靴っていうのは作っていける機会がありますので、今後もぜひ僕の靴作り見ていただけたらなと思います。最後にこの靴はですね、もし優勝すると、3位までに入るとですね、世界中を旅してさまざまな靴のお店で展示されます。今この撮影時点で去年優勝したローファーはまだ僕の手元には帰ってきてません。そしてね、世界中を旅する靴にまたなってくれることを願っています。生きるはず。というわけでチャンピオンシップ2025のダブルモンクシューズの紹介でした。それではまた。どうした3位？マジで？ 3位だ。やっぱ3位ポジションになっちゃうのかこれ。すごいじゃないの。でもいやこれはダメだよ。いや3位ポジションにねなっちゃうような靴なんですよ。なっちゃうっていうか方向性としては。ただそこをどうにか1位になりたかった。あなたの研究結果ではそういうあれだったんだ。それは分かってくれなかったか。でもすごいけどな、3位って。3位に落としました。いやでもすごいですよ。それはありがとう。皆様ありがとうございます。ただ絶対に1位を取りたかった。取ったと思ってた。俺も思ったよ。
まあでも最初に言ったように自分で1位と思って作ったし、まあこの細部を見てないんで分かんないですけどね、正直今もね1位だと思ってます。それぐらい自信あるんで、まあ、残念なんですが、まあまだまだこの先は長いんで、またこの大会に挑戦するかどうかは、まあ、さておき、今後もね靴作りを頑張っていきたいと思います。皆さん本当にね引き続き応援よろしくお願いします。連覇したかったな。まあこうして大会に出すのはね、靴文化の発展とかね、日本人の靴技術の発展とかねつながるかもというのもまあもちろんありますけどね、やっぱり自分が1位になりたい。デザイン解説の動画を出すんでそれ見ていただければ分かるんですけど、今回はすごくこの流れっていうのをすごく大事にしたんですよね。この靴自身というよりはワールドチャンピオンシップの大会の流れだったり、僕が去年優勝してからのこのまた出す流れとかで、こういうものを作るべきだっていうのが自分の中であったんで、それを作ったんですよ。でただそれっていうのは言うなれば3位ポジションっていうのはすごく綺麗だけどそんなに変わったことはやっていなくて、1位にはならないけど表彰台には入る、そういう立ち位置になるんですよ、今までの研究結果によると。でそうなることのリスクがあったんですよ、今回やろうとしていた靴っていうのは。ただそれをその中でも大会らしいこともやって、でもう誰にも真似できないぐらい精緻に作るっていう、で完璧に作るっていうのをやれば、3位の立ち位置のような靴であっても1位を力で取りに行けるんじゃないかと思ったんですよね。でそれをやるべく去年なんか日にならないぐらいすごいプレッシャーあったんですよ。まあ去年1位取ってるんで、まあ次出すからには絶対負けられないし、ここでこの大会の今までのこの流れにこう力で向きを変えてやるぐらいのってやろうと思ったんですけど、1を取れば自分の中でなんかそれがすごく収まりがいいなと思ったんですけど、自分の中ですごくそれが一番かっこいいなと思ったんですけど、それができなかったんで、まあそれは審査員の方に届かなかったっていうのもまああるかもしれないし、単純にまだまだ自分の中でできることがあった。まあそれは自分の中でいくつかあるんですよ、ポイント。靴でここもうちょっとできたなってポイントはあるんで、まあそこがもうちょっとできてればもしかしたら変わってたのかもしれないし、できてても変わってなかったのかもしれないですけど、まあでも逆になんか、まあまだ次が、まあもし1位取ってても次はあるんですけど、もちろんまあ1位取れなかったんでより次があるなっていう感じですね。ということで皆さんありがとうございました。おやすみなさい。くそ悔しいね。1位1位だ。1位だってまた出したってなるとバレないようにってやったんですよ。バレちゃったかもしれないけど、それもでも忖度なんかしないと思うんです、審査員の人は。